안녕하세요、こころです。今日は8月に韓国日帰り旅行に行ってきた時の Vlog です。朝7時40分の便で向かうので、今回は関西空港に全泊しました。航空会社のピーチが日帰り往復1万5,000円のキャンペーンをしてたので、ちょっと迷ったんですけど、勇気を出してそのチケットを買って平日に行ってきました。真夏だったのもあって、お家でお風呂に入っていっても着くまでに汗をかいてしまって、シャワーが浴びたかったのでのどかにお邪魔しました。ここに仮眠スペースとかもあるんですけど、結構早い時間帯で埋まってしまうので、終電で行くとスペースが空いてないかもしれません。今回はシャワーだけお借りしました。シャワーの利用だけしたいんですけど、最大4分まで。シャワーは40分浴びられて、このアメニティのセットがついてて660円だったんです。ヘアアイロンとかの貸し出しもあったんですけど、ロングヘアだと割と髪の毛を乾かすのに時間がかかってしまって、40分で出ないといけなかったので、髪の毛を乾かして終わりました。空港で寝るのはちょっと不安だなっていう方は、ここの仮眠スペースを取ってみてもいいかなと思います。早めの時間帯に行くことをお勧めします。終電は終わってるものの、空港の中は平日にもかかわらず結構人がいて、思っていたよりも安全かなとは思いました。メインの広場の方のソファーはもう人で埋まっていたので、探し歩いてたらちょうどフードコートを見つけて、
掃除をしていた方に聞いたら、ここでも寝ていいよっていうことだったので、椅子をつなげてちょっと仮眠を取ることにしました。おはようございます。お手洗いで顔を洗ってスキンケアまでしてきました。血色がないのでリップだけ塗ってほぼすっぴんで行ってきます。専用のバスに乗って第2ターミナルまで向かいます。早朝だったので空港の中はそれほど混んでなくって、チェックインも機械でできたのですぐに手続きが終わりました。お泊まり用の荷物は1日400円のロッカーに預けて韓国まで行きたいと思います。保安検査を終えて中まで入ってきました。朝ごはんに持ってきたパンを食べようと思います。最近ガチャガチャをとってもよく見かけるようになったんですけど、皆さんはガチャガチャ好きですか？こんなに朝早いのに飛行機の中はほとんど満席で、まさかの一番後ろの席でした。入国カードを書くときに日帰りなんですけどどうしたらいいですかっていう質問を CA さんにされていた方がいたので、多分後ろの方に日帰りの方は固められていたんだと思います。インチョンに着く予定時刻は9時35分だったんですけど、9時20分ぐらいには着いてて、ちょっと早く着いたのでもっと早めようと思ってしっかり走りました。日帰りだったので受託荷物もなくって、ピーチだと追加料金になるのでちょうど良かったです。일회용 교통카드 발매기입니다. 교통카드 충전을 선택하셨습니다. 충전이 완료되었습니다. 영수증을 원하시면今回も一般列車に乗ってソウル市内まで移動します。
平日の通勤通学時間だったので結構混んでて、電車の中もギリギリ座れるかなぐらいでした。1軒目のクリニックに向かいます。1軒目のクリニックは飛行機の時間が遅れるかもしれなかったので、電車の中で予約を取りました。チョコレートの匂いするとココイチがあります。前回と同じミューズクリニックさんで肌管理を受けます。今回2回目なんですけど、日本語が通じるのですごく安心して利用できます。2階での受付が済んだら、次は3階に行って名前を言って洗顔をして麻酔クリームを塗ってもらって順番を待ちます。中に荷物入れて検査してさ、私はお待ちお願いします。お化粧はしてなかったんですけど、日焼け止めを塗っていたので軽く洗顔だけしました。名前が呼ばれたら麻酔クリームを塗ってもらうんですけど、とっても丁寧に塗ってもらって、3人ぐらいが横並びでこの状態で座って待ちます。日本ではあんまり見ない光景でちょっとじわじわきました。ミューズクリニックさんの予約方法はホームページからできるんですけど、日本語で予約ができるのでとても簡単に予約が取れます。私はこのシークレットレーザーを単体で受けています。直前でも予約ができるので、隙間時間ができたらぜひ行ってみてください。麻酔クリームはしっかり塗ってくださるんですけど、やっぱりこのレーザーは激痛です。今回も爆泣きでした。2回受けて今3ヶ月経ったんですけど、結構毛穴が浅くなってきたので、また次回韓国に行った時も受けようと思います。次は脂肪溶解注射を受けに行くんですけど、その前にお腹を満たしておかないといけないので、前回ちょっと気になっていた分子屋さんに行こうかなと思います。建物の中にあるんですけど、屋台というか日本でいう立ち食いみたいな感じの韓国特有のトッポッキとかが食べられるお店です。隣でキンパを売っていたので少しだけ買って食べようかなと思います。たくさん種類があって1本100円から150円ぐらいでした。하나하고 돈가스 하나 주세요. 네. 감사합니다.
私はエゴマの葉が大好きなので美味しかったんですけど、結構苦手な方が多いと思うので、韓国でキンパを食べる際はちょっと見てから買った方がいいかもしれません。 소떡소떡 하나 주세요. 네. 감사합니다. このセットで600円ぐらいでした。急いでる時は結構簡単に食べられるので、ちょっと勇気がいるかもしれないんですけど、ぜひ食べてみてください。このソトクソトクは結構辛いかなと思ったんですけど、日本人も食べられるぐらいの辛さでとっても美味しかったです。ここのお店はとっても美味しかったので、新佐駅に行く機会があればぜひ寄ってみてください。ソーはソーセージのソで、トッが餅っていう意味で交互に挟まっているのでソトクソトクって言います。ちなみに韓国のソーセージは日本でいう赤ウインナーみたいな感じの味がします。 잘 먹었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 少し時間が経ってシークレットレーザーで出てた赤みがちょっと落ち着いてきました。2軒目は脂肪溶解注射を受けにプラデン美容外科さんに向かいます。前回ここもお邪魔したんですけど、1回で結構効果が出たので、今回は顔の左右差をなくすのと膝上に脂肪溶解注射を打っていただきました。顔の左側だけ打ってもらったら親知らずを抜いたみたいになりました。顔は注射で打ってもらえるんですけど、体は針を刺してそこから液体を数分かけて注入するので結構痛いです。注射を打った後は筋肉痛のような痛みがあって少し歩きにくくなって、あとステロイドが入ってる場合はかなりお手洗いに行きたくなります。なので私は駅で少し休憩してから移動しました。予定より早くクリニックが終わっていたので少しだけ買い物をしに来ました。姉に頼まれていたお土産も買いに来ました。2プラス1だったので2個買うと1つ無料になります。なので3つ買いました。また時間がなくなってきたので3軒目のクリニックに急いで向かおうとしたんですけど、今回の旅で一番予想していなかったことが起こります。また雨女の実力を発揮してしまいました。普通に降るぐらいだったら全然大丈夫だったんですけど、もうありえないぐらい土砂降りで傘を差していても余裕で濡れました。
びしょびしょになって到着したのは B&Me クリニックさんです。前回の渡韓で眉毛アートを受けて1ヶ月後にリタッチをしないといけなかったんですけど、前回ご紹介したボニーブローさんがとても人気店だったので予約が取れなくて、今回は他店で受けることにしました。平日に行ったからか全然混んでなくて、カンナムにから簡単に予約できたんですけど、一瞬で終わりました。前回は細かく線を引いて測って対象になるように書いてくださったんですけど、今回は目で見ながら対象になっているか確認して下書きをしていただいたので、顔の形に合った眉毛になって、私はこっちのデザインの方が好みでした。帰宅ラッシュに巻き込まれてなかなか電車に乗ることができなかったんですけど、無事にインチョン空港に戻ってきました。21時発の便だったので2時間前の19時には着いていたんですけど、とっても空いていてチェックインがすぐに終わったので、買えてなかったお土産とかお買い物を少ししていきます。皆さん、出国審査の下の階にオリーブヤングが入っているのを知っていましたか？もう何度も韓国には行ってるんですけど、この間 TikTok で初めてオリーブヤングがインチョン空港にあることを知って、今回初めて行ってきました。値段は市内とほとんど変わらなかったんですけど、人気の商品は売り切れたりしていたので、絶対に欲しいものは市内で買い揃えて、足りなかったなって思う時に利用することをおすすめします。前回も夜の便で帰ったんですけど、保安検査の後にご飯を中で食べようと思ったらすっごい混んでて20分ぐらい待ったので、今回は保安検査の前に外でご飯を食べようと思います。やっぱり帰る前に絶対に韓国料理を食べたかったので、ネットで探してポッサムが食べられるフードコートを見つけました。ここもオリーブヤングと同じ階の地下1階にあったんですけど、前回に行った中のフードコートよりももっと韓国人の方が多かったので、国内の方向けかなっていう感じの食堂でした。注文は iPad でできて言語も選べたので、店員さんとのコミュニケーションもほとんどなくて、陰キャの私は快適でした。ここは3店舗のお店が入っていて、チゲ屋さんととんかつ屋さんと、あと定食屋さんですねが入ってて、私は定食屋さんのポッサムを注文しました。気になって他のメニューも見てたんですけど、やっぱり全体的に空港価格でそこまで安くはなかったです。で、びっくりしたのがメニューを見てて5分経ってたかな、5分経って10分も絶対経ってなかったんですけど、ポッサム定食が出てきました。見た感じめちゃめちゃ回転率が良さそうだったので、急いでる時は保安検査の前にここのお店でパパッと食べるのがいいかもしれません。ご飯屋さんなので帽子を脱ごうと思ったんですけど、麻酔クリームでベタベタで諦めました。なかなかポッサムを一人前で食べれるお店がなかったので、こうやって美味しいポッサムを定食で食べれるお店はとっても貴重だし、一人でも入りやすいお店だったので、最後のご飯に選んで大正解でした。土砂降りで靴までびしょびしょだったので、
真夏だったんですけど、結構体が冷え切ってて、長時間歩いて疲れ切っていたのもあって、このキムチチゲがすっごい体に染みました。お腹いっぱいになったらすぐ保安検査場に向かいます。保安検査場ってゲートが一番大事なんですけど、私が何も見ないで一番混んでいるところに行ったら追い返されました。上に待ち時間が出てるので、皆さんはぜひ空いてる方に行ってください。私はパン大好き成人なので、最後に自分用のお土産のパンを買って帰ります。パリバケットはいろんな国にあって、味も安定していて、どこの国で行ってもとても美味しいです。なんとこれもこの間 TikTok で知ったんですけど、保安検査場を過ぎてから中にコンビニがあるのを知っていましたか？前回買ったパックのアメリカーノだったりバナナウユも売ってて、液体物は保安検査場通過できないので、ここで買い足せるのが嬉しいですよね。私はお土産用のお菓子を少し買い足したのと、機内で飲む用のバナナウユを1本買いました。帰りの飛行機は関西空港に10時50分に着く便だったんですけど、この飛行機もほとんど満席でした。やっぱり帰りの飛行機も日帰り組は後ろから3列目ぐらいに集められてました。バナナウユを飲んで疲れ切って目を閉じていたら、すぐに日本に帰ってきました。帝国通り着いたんですけど、終電が11時半だったかな、それぐらいだったので、結構中には走っている方もいらっしゃいました。私は間に合わなければまた関空に泊まろうって思ってたのでゆっくり行ったんですけど、飛行機の席も後ろの方だったのに余裕で間に合いました。終電で行けるところが難波までだったので、とりあえず難波まで出て、今回はネットカフェに泊まることにしました。夜の難波は特に終電が終わってからは治安が悪いと思うんですけど、大通りには結構人がいて、細い道に入らなければ全然大丈夫だと思います。ネットカフェに到着しました。アメ村の近くにあるキャビネットさんです。ここは利用料金がすごく安くって、女性専用の部屋もあるので、とても安心して利用ができます。疲れた。シャワー入って寝ます。下にはコンビニとコメダコーヒーが入ってたので、必要なものもすぐに揃えられるし、モーニングも下で食べれちゃいます。個室の中は床がカラオケのプレイルームみたいなマットになってて、とても清潔感がありました。ネットカフェは全体的に少し寒いので、
ブランケットは2枚ぐらい必要かなと思います。横幅はダブルベッドまではいかないんですけど、結構広かったので快適に過ごせました。到着してすぐにシャワーを浴びて寝ようと思ったんですけど、荷物の整理をしながら購入品の紹介をしました。これは空港で買ったお土産用のお菓子です。40分ほど立ち寄った高速ターミナルで爆速で購入したものたちです。前回買ったクリップが少し小さめだったので、今回は大きめのクリップを買いました。これも前回高速ターミナルに行った時に買ったインナーなんですけど、白がめちゃめちゃ使いやすくって、白と黒と1枚ずつ前回買ったんですけど、白色を追加しました。これは白色のスカートとか履く時に中に着るように買ったインナーです。高速ターミナルだとインナーとかこういう小物系がすごく安く買えるのでおすすめです。空港で買ったオンザマンドは大量の荷物で潰れてしまいました。次の日の朝ごはんになりました。姉へのお土産のプルダックポックンミョンがすごい場所を取って邪魔だったんですけど、結構チーズ感が強くて美味しかったです。最後に行ったオリアンでいつも使ってるスキンケアのパックがあったので買ってみました。トリベンダイヤメントCNP なんかよくわからない。多分全部水分系だと思う。シルバーって書いてあるピアスが安かったので買ってみたんですけど、本当にシルバーなのかはわかりません。多分見た感じ、ポスト部分がシルバーになってるんだと思います。さあ、肝心のお肌なんですけど、肌管理を受けた直後は真っ赤っかだったのに、もう1日でだいぶ落ち着いてます。張り跡は結構見えないんですけど目立ちました。脂肪溶解注射の腫れも引いて、今めちゃめちゃ左右対称なので満足してます。さあ、日帰り韓国旅行いかがだったでしょうか。今回は美容中心に巡って、あとお買い物もたくさんできて美味しいご飯も食べれたので、とっても満足な一日になりました。でも日帰りは結構しんどかったので、またキャンペーンがあれば行ってみようかなと思います。